続もよろしくお願いします。今回は台風の日に家を追い出されてしまった、ニートの一致の話を紹介するよ。ニート Y35 歳、台風の日に外出して締め出された。なあ、今日台風なのに、家族に追い出されたんやが、地獄だよ。さっきからずっと入れてくれって連絡してるのに、全部無視されてる。ネカフェ行こうとしたら台風で休業って書いてあるんやが、Y に丸ねってことか？台風の日にピンポイントで追い出されたってこと？何か悪い行いでもしたのか？そりゃニートを追い出して合法的に丸せるチャンスだもんな。その手があったか。これで一致が丸んだとして、親って何かの罪に問われるの？バレないんじゃね？そもそも、外出して締め出されたってすれた意味あるけど、どういうこと？お前が外に出たんじゃねえの？お前ら小学生くらいの時に、台風だとテンション上がることなかったか？学校休みになるとか、周りの景色がいつもと違うとかさ。Y もそんな感じで、なんかちょっと外に出てみたくなったんや。ちなみにいつもは引きニートしてる。そやニートの息子が台風だからって消防みたいなテンションで外に出たら締め出したくもなるわ。引きニートがせっかく外に出たんだぞ。そりゃ締め出す。全然、そんなことを考えてるような様子はなかったんだぞ。マジできついわ。今、確かに台風は来てるけど、どれくらいの状態なの？結構風が強い場所にいるのか？雨、風、どっちもやばい。今日は新幹線が計画運休で、こっちの地域は雨風やばいんや。傘も飛んでいくような日に追い出すとかひどすぎるやろ。Y に丸ねって言ってるのと同然だよな。まあ実際ニートがどうなっても親は困らないと思うんだよな。どこかで雨宿りすればいいだろ。親に甘えんなよ。いつか追い出されるとか、そういう不安は今までなかったのか？働けとは言われてたけど、出て行けとは言われたことがないし、まさかこんな日に締め出されるとは思わないだろ。ここまで親が鬼だなんて思ってなかったんご。語とか書いてるし、なんか元気そうだな。で、今はどこにいるんだよ。駅前のコンビニ。マックとかも閉まってるし、そもそも買うお金もあまりないからな。ネカフェが空いてれば、今日だけ一晩明かしたかったんやが。台風が気になって外に出るって、田んぼが気になってっておっさんと大差ないよな。確かにそうだよな。考えがおかしすぎる。一致は台風に追い出されてどうこうって書いてるけど、多分明日も入れないと思うよ。それ、今のことより今後のことを考えた方がいいんじゃね？明日より今日のことを困ってんだよ。風も強いし雨もすごいし外も全然人がいないんだが、親は Y のことが心配じゃないんかな？さっきからスマホで何度も連絡入れて親に無視され続けてる。いい加減、諦めろ。親にとってニートはお荷物でしかないんだよな。一致、何歳だっけ？35歳だよ。その年齢でニートだと、親も定年後か定年近いんだろ？そや追い出したくもなる。体感っていうか、あちこちのスレを見て思ったこと。普段から、出て行けって言ってくる親の方が追い出さなくて、一致の親のように、いつも働けくらいに留めてる親の方が、追い出すときは、一気に追い出す気がする。それわかるかも、急に爆発する感じなんだよな。一致の親と同じで、うちの親も働けくらいしか言わないんだが、今、震えてる。口に出して追い出すって言わなくても、考えてないわけじゃないんだよな。やっぱり35前後くらいに試練が訪れるよな。親が定年する頃だしその頃からどんどん仕事がなくなるし。今までは子供だしって思ってた親も、そろそろ自分の老いと、子供がもうどうしようもないことに気づく時期。丸されたりよりはマシだろ。今日一日なんとか耐えて、それからどこかで働け。今台風来てる地域って、大阪とかその辺だろ？ 35 なら襟好みしなければ働けるはず。清掃でも介護でも何でもいいからやればいいんだよな。大阪って生ポ受けやすいって聞いたけど本当？さあ、札幌の方が良いって聞いたことがあるけど、今の台風の位置的に、一致は関西方面住みかな。アイリン行けばええやん。誰かマジで助けてくれメンス。家に泊めてくれんか？臭そうだから嫌だ。毎日風呂に入ってるから助けてくれメンス。でもニートってだけで、なんか臭そうだしな。金も払えない奴を止める奴なんていないだろ。ちゃんと翌日から働くなら考えなくもないな。日雇いでもいいから働けよ。台風も使えねえな。一致をさっさと吹き飛ばしてくれよ。こういうニート見てるとイライラする。学生とかならかわいそうだけど、おっさんが傘ひっくり返して泣きながら歩いてると思うと。両親も台風で一致が家を出て行った瞬間に、目が覚めたんだろうな。こいつの精神年齢やばいやろって。ドアをバンバンして、開けてくれメンスー。ってやってるところを想像して吹いた。もうそのまま台風に飛ばされろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y 式ニート、親が避難するとか言い始めて震える。Y はいかんぞ。わかる。Y もいつ言い出さないか不安や。自宅警備員の鏡。剣も面みたいになるぞ。連れて行かれるとでも思ってんの？捨てられるんやね。津波の時もそんな奴いたな。津波だっけ？
水没しかかってる2階から写真上げて、ほな、みたいな感じやった気が。ワイは家を守る、とかでええんちゃうか。自宅警備はこうじゃなくちゃな。ヒゲもそらんといかんし避難なんかできんわ。誰もお前なんか見てないから安心して出かけろ。ヒゲもじゃやから恥ずかしくて避難できん。お前がおるから避難できないんやぞ。出たよ説教始めるやつ。ワイも無理や。避難所で他のやつと寝るとか発狂してそっちのが丸ぬ。はぁ。クソデカため息くん。避難しろ。って消防隊が来たけどめんどくせえな。2階に食料持って籠城すれば大丈夫でしょ清水宗春ってコピペが好き。これ大スコ。これ何の時だっけ ?2015 年9月10日って。こいつは確か利根川氾濫やなかったか。避難所行ったら引きにとわらわらで草。ワイの親はワイに家を守れって言って高台に逃げたぞ。草。さっきのコピペの続き。避難先ってご近所さんも一緒なんすよねねえやだ。クソ、排水の陣だ。どうせ2階まで浸水するわけないし平気だから、というか騒ぎすぎなんだよな。どうせ普段外出てる勢が騒いでるだけはっきりわかんだね。結局籠城してるぞ。つまんね。完全にやっちまった感がある。もうスマホの電池切れるからまたなぞ。災害は舐めてはいけない。こいつどうなったんや。こうして人は学んでいくんやね。しゃあない、次に切り替えていけ。第2、第3のニートが。避難は小学校の同級生とかいそうで行きたくないわ。そいつらは子供連れの家族で避難してきてるんだよな。警備しとけ。家を死守しろ。普段外出てる勢が騒いどるだけだから平気。風呂入って髭剃ってきた。ほなわいは地獄の避難所に行ってくるで。行くのかよ。同級生にいっぱい会えそうでよかったな。引き脱出のチャンスやんけ。とりあえずマスクしとけ。みんなが指さすね。引きニートだ。って。なんでだよ、行くなよ。自分の城を守れよ。流されなかったの？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。近所の引きニートがテレビと DVD デッキを2組持ち込んで、プリキュアとナルトを避難所内の別々の場所で延々流してる。夜は怖くて寝れないって夜泣きしてた子供たちがアニメ見ながら次第に眠ってく。ヒーローやわこいつ。思いがけず素敵な話だった。ナルトってまだ人気なのか。こっちは夜の7時半にアニメやってるよ。ググったら熊本も放送されていた。これを機にそのヒーローもうまく社会復帰できるといいな。大人なら我慢できることも、子供はそうもいかないから、子供の避難所生活って誰にとってもものすごいストレスなんだよね。あんまり明るい雰囲気ではないだろうし、子供にとっては辛い場所だろうしね。本当にヒーローだわ。幼児向けのアンパンマンコーナーも欲しい。笑えて泣ける。東北に中井くんが DS 送った話も良かったな。もちろん最低限の水や食料もそうだけど、娯楽も必要だよね。特に子供は、ナルトやプリキュアみたいに強くなってね。中井の DS は数が足りなくてもメタらしいけど。そうだったのか。確かにゲーム機は一人一台だもんね。その点でも彼はテレビ2台で男子用女子用分けてるところも気が利いてるな。アンパンマンはオタ要素少ないからな。ここまで色々と考えれるのになんで引きニートしてるんだろう。ニートって子供と仲良くできるやつもいるよな。前に災害が起きた時に避難所に行くのが嫌だって引きこもって、最後に2階から浸水写真をウプして消えていったやつもいるというのに。自宅警備をやめて外に出てきたのは偉い。きっと避難所生活が終わった時に、誰かがその DVD ニートを仕事に誘ってくれそうだよな。就職のチャンス。一度一歩を踏み出したのならなんとかなるだろ。ニートでも子供たちのヒーローになれるんだな。ワイもニートやけど、ワイには無理そうや。わかる、ワイもできないだろうな。引きニートとはいえ、外に出る準備はできてたのかも。世の中の役に立つニートもおるんやな。こういうニートには好感持てるよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。お前らの税金でゲーム買ってるニートだけど質問ある？先天性障が丸なんで国民年金で6万5千、全部ゲームに使ってます。先天性だから手帳は一生安泰なんで親が丸んだら将来確実に生活保護もらえます。お前らがもらえないと言っても確実にもらえます。役所の人と弁護士先生からすでに聞いてます。親が丸ぬまでは毎日ゲームして、親が丸んだら一生安泰手帳を使って、確定生活保護もらうつもりです。質問ありますか？勝ち組。税金払ったことなくてよかったわ。共済年金とか雑魚と違って期限はありません。ざまあ？ニートのたまり場で自慢してもな。これからも俺のゲーム代のために税金貢げ、雑魚。仲間。俺のゲーム代に黙って税金納めろよ。丸沼で、共済年金と違って一生安泰だから、共済年金とか後天性の一時的な雑魚とは違うんで。親の遺産だけで暮らせないなら負け組や。モンハンってあれおもろい？ワイには合わんかったな。制約と制約。モンハン難しすぎ。ドラゴンズドグマってゲーム。面白いよ。飯なんか豆腐か納豆と野菜ジュースでええよ。いらねえゲームよこせ。
健康的やね。それ以外何食べてんの？お前が税金払えないから俺が払えるんや。ありがとうやで。今29。親はよまるね生活保護よこせ。質問ねえか？労働者納税者ども。ドラゴンズドグマってゲームマジ面白いよ。食事とか光熱費は親持ち？ワイニート仕組みの見物。好きな国は韓国です。毎日 K-POP 聞いてます。いつから南西民が納税していると錯覚した？光熱費とか親任せか福祉に任せればええわ。食事とか最低限でいらん。それよりゲームよこせ。どれだけ国の金で任天堂に貢いでると思ってんの？小丸何？誰かに構ってほしいんか？小丸は言うかよ。お前ら煽った結果、俺の小丸名で生きづらくなるしよ。ワイは影に隠れてこそこそ陰口する演出なんで。パン作りに行けや。障害持っててもパン作ったりしてる人もおるんやで。豆腐か納豆かカップ麺か。作るの面倒くせえ。一応親だし迷惑かけたくねえから手軽に食えるもの。通貨ゲーム以外興味ねえよ。ゲームよこせ税金納めろ。税金じゃないだろ？予算の元は国債だろ。バカか？パン、作業所か、A か B か移行だろ。以前言ってたけど職員ら利用者と殴り合い喧嘩したから二度と行かねえわ。一応在籍なってるけど5、6年はバックれてるな。パワー系かよ。ワイニート、何を言ってるのかわからない。税金だから、国の元は税金だから、とっとと納めてこいゲーム買うからカプコンと任天堂に貢ぐからよ。小丸者になりたいとは思わんな。小丸なら仕方ない。負けずに強く生きてくれよな。ニートいるのか？適当にうつ病のふりでもしておけば小丸年金もらえるよ。まあその場合後天性だからいつかは切られるけど、Y は先天性だから一生安泰。生活保護もらえる年齢まで丸沼で一生手帳が2級以上である。なんせ小丸名が変わらないから永遠に、すまんな。君は後天性でなんとかうつ病狙えると良いな。とりあえず人前で落ち込んだふりしとけ。一致心まで小丸者なんやな。ちょっと引くわ。私は納税者を利用して見下してますが、カプコンと任天堂様だけは尊敬してます。人生に希望をくれました。我とか一度もしてません。金をかなり貢いでます。これからもよろしくお願いします。そんじゃ、うんこ。製造機なんで飯食ってうんこしてきます。将来生活保護楽し。車乗れません。結婚できません。贅沢できません。よろしいですか？いいな。Y も生子生活したい。6万5千円で無敵の人をゲーム中毒にできるんだから大した制度だよほんと。自分を丸してもらいたがってる悪役見てるみたいで悲しい気持ちになるで。ほんま最近はこの手のアボ多いな。まだ春は先だぞ一生冬眠してろよ。小が丸じゃなくて小丸な。漢字は正しく使ってくれ。和芸しかやらんのか。ずっと赤ちゃんの知能でいてくれ。Y も小丸年金月7万でニートしてる。それでこの前の誕生日に高い買い物したわ。どや？やろ？日本語でオケ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。就職できないままニートになってそろそろ2年経つんやが、どうすれば就職できる？とりあえず最近就労移行支援通い始めた。一般雇用は職歴が短くて書類で落とされるし、小丸者雇用は精神だから落とされるしでもしかして積んでる？就労移行支援って職業訓練校みたいなもんやろ。多分どっか拾ってくれるで。今人手不足やからすぐ就職できるやろ。あんま変なとこ行ってまた潰れるのも嫌なんだわ。最低限土日祝休みのとこがいい。地な場所は東京23区、工場の求人とかはない。通勤時間はドアプードアで1時間が限界や。なんで生活保護取らないんすか？バカですよね。すでに生活保護。生ポもらってて就労意欲あるのは結構すごいことやと思うわ。寛解したからかな、意欲がすごい。職歴やけど1社目が1年半で辞めて2社目が3ヶ月でクビになった。こんなワイでも雇ってくれるとこないか？なんでクビになったん？損害与えた？面接の時に夜勤できないって条件で入ったんやけど、プロジェクト変える時期になって夜勤できないの？じゃあクビにするしかないなって話になって使用期間だったからそのままクビになった。使用期間か。お互いの条件が合わなかっただけで一方的なクビではないな。そう、だから労基にも言ったけど、問題ないすねで終わった。3ヶ月しかいないから履歴書書かなくていい。経歴が2社？直近ごまかすのはリスク高いから進めんけど例えば経歴3社あるなら、1社目と2社目合わせて細工するとかなら大手でもない限りバレることはないだろうし、年金手帳も今廃止になったから年金加入期間でバレることもない。2社や、ごまかすの無理そうやな。働きたい理由が明確にないやん。それはそう、Yもそう思う。ただ使える金増やしたかったり社会的な信用を得たいからとりあえず働きたいってのが正直なところや。抽象的やけどこれ明確な理由やん。これ言ったらええの？これ具体的に広げていったら車や家欲しいってことやし、社会的な信用イコール誰かに必要とされたいイコール結婚したいにもつながるし、熱弁したらええんちゃう。
移行支援の人にも焦るなって言われた側の気持ちは焦ってばっかりや。どないしたらええねん。一番クソなのが何も考えずに目の前にある食料に飛びついてすぐやめることやから。それは支援の方の評価にも関わるからそら焦るなよよ。じゃあせめて焦りを鎮める方法を教えてくれ。焦りは良くないだろうけど土日祝休みで超ホワイトなんてあんまりないで。スペックと照らし合わせてどっかで妥協するところも必要や。スペック的に何妥協すればいいの？まあ土日祝は別に休みじゃなくてもいい。ただ1社目が残業100時間超えでぶっ壊れたから残業はできても20時間や。一致の学歴職歴の詳細知らんけど、例えば休みが最優先なら給与は妥協するとか。給与はだいぶ妥協してる。今年180万円で生活してるから年収は200万以上あればいい。10年目無職だけど焦ったことなんかないで。生活できてるんなら何も焦る必要ないわな。そら意欲がないだけや。Y は今意欲的なんや。Y の知ってるやつ15年ニートから就職できたやついたし平気。呆れてたけどなんとかなるもんよ。職歴ない人？ Y 半端に職歴あるから辛いねん。高校出てから郵便配達のバイトだけやったなそいつ。職歴やスキルあるなら病気ってことしとくとか。土日祝休みのところでも働けるように資格取るなり、支援受けてスキル学んだりするべき。だからそれで移行支援通い始めたしTOEICの勉強も土日してるんやって。こんなこと言ったらあれやけどTOEICの勉強して何がやりたいの？何を考えてそれを目指したの？考えがあるならその職業に向かっていけばいいけど。TOEICやり始めたのはハロワで求人見た時に、意外とTOEICの点数次第で歓迎するところがあってさ。就職に有利かなって思ったからや。じゃあその有利になる職種について調べてもいったらええんやないか？求人出してる会社自体に調べてもええし、それでできるできないかもしれないけどやってみたいとかさ。方向を決めようや。全く関係ない職業やったら英語が得意？ってなるし。Y がハロワで見たのTOEICの点数で優遇してくれるとこは全部事務やな。商社とかの、つまり商社系の事務職探せばええんか？ 3 から4件しかないけど。事務とかなら夜勤もないし極端な残業とかもないしええやん。ってなる。そっから支援のところでこういうのをちょっとやってみたいんやけど。って話でそっからやっとスタートやで。そんで求人もハロワとかだけじゃない求人サイトとかあるで、とか。それはもうすでにそういう話は移行支援の方でしてる。そしたら一致はもう面接受けまくれや。ニートのアラサーのおっさんが戦うには数や。IT 系の職業訓練校まずいけや。IT は2社目で働いたけど派遣 SES って簡単に首切るからやだ。一致は開かれた性格っぽいしどこに行ってもどうにかなるやろ。また無理して潰れるのだけ避けたら余裕や。それ、無理して潰れるのだけは避けたいし、その意向は移行支援の人にも話してる。IT なら余裕やろ。Y5 年ニートしとったけどすぐ採用取れたぞ。残業あんまりない代わりに年収350くらいしかないけど。IT はよほどいいとこじゃないと簡単に首切ってくるから長く働けるところがいい。こういう人が働けないのはもったいないな。社会の損失、生活保護の分も浮くわけやろ。そう思うなら雇ってほしい。Y も病んだ糖質だからわかるけど、精神系の小丸者っていざ社会復帰するとちょっとぶり返すことあるから、セルフコントロール能力も結構大事なんだなって思う。そこは月に1から2回、スーパー銭湯行ってリフレッシュしてるって言ってる。資格取るにしてもこの分野とか決めた方がええぞ。Y はもう経理事務で決め打ちしてるから情報処理系の勉強を昼休みにやっとる。本当は土日もできたらいいんだけどいまいちやる気にならない。Y も今主に探してるのは事務職や、IT パスポートなら持ってるけどアピールになる。言うても小丸者雇用枠でどっか引っかかるやろ一致。Y なんて簿記3級とオートマ免許しかないぞ。ほんま？焦って面接ガンガン入れなくてええ？移行支援通って実績積めばなんとかなる？ Y もまだ完全に小丸者雇用枠に移行したわけでもない育成選手なのと、移行支援は使ったことないからわからんけど、熱量は何かすごいからそれを面接でアピールすればええやろ。Y も就労移行支援考えたけど、根気もないしで雇用形態が半分就労継続支援で半分小丸者雇用枠のところ入ったわ。全国的にも珍しいんだろうけど、資格取らされたり割と寛解してないと小丸者にはきついなって思う。ご視聴ありがとうございました。チャンネル